翌日にアカウントが消えたのは恐れたからか、それとももう必要がなくなったからか。2026年5月、日本、東京の地下鉄駅で実際に起きた話だ。私はその瞬間を今でも正確に覚えている。あの男の輪郭を、あの異様な静けさを、東京を一人で旅していた。バックパック一つ、地図アプリだけを頼りに、慣れない路線を乗り継いでいた。乗り換えを間違えた。気づいたとき、私はどこか見覚えのないホームに立っていた。案内板が古かった。照明が妙に黄ばんでいた。人の声が全く聞こえなかった。時刻は昼の12時を過ぎていた。外の光が差し込んでいるはずの時間帯だった。それなのに、そのホームの片隅だけが違った。男が立っていた。動いていなかった。ただ、そこにいた。最初は気に留めなかった。疲れた旅行者かと思った。一歩近づいた。足が止まった。男の周囲だけが暗かった。太陽の光が届いているはずなのに、彼の体の周りだけが黒く塗りつぶされていた。影ではなかった。影は地面に落ちるものだ。あの暗さは彼自身からにじみ出ていた。そしてそれが動いた。ゆっくりと私の方へ向かって。声が出なかった。足が動かなかった。心臓の音だけがやけに大きく聞こえた。その瞬間、頭の中に何かが流れ込んできた。1970年代、この駅で起きた。ある出来事、記録から消された。ある事件の断片が、あの男は何者なのか、なぜ、私はその記憶を受け取ったのか、すべては、あの日の私の日常から始まっていた。私は、旅が好きだ。特に、計画を立てすぎない旅が、地図だけを持って、気の向くまま歩く。そういう旅に、妙な安心感を覚える。2026年の春、私は東京にいた。バックパック一つを背負い、成田空港に降り立ったのは、5月の終わりのことだった。空気は少し湿っていた。でも、不快ではなかった。むしろ、懐かしいような、そんな感覚があった。初めて来た街なのに、どこかで知っている気がする。旅をしていると、たまにそういう瞬間がある。宿は、新宿の外れにある小さなゲストハウスだった。2段ベッドが4つ並ぶ。狭い部屋。でも、窓から見える路地が、妙に気に入っていた。その日の朝、特に予定はなかった。ガイドブックを開いたが、すぐに閉じた。有名な観光地より、知られていない場所の方が、面白い。そう思って、私は地下鉄に乗った。路線図を眺めながら、聞いたことのない駅名に指を止めた。理由は、それだけだった。電車は、地下深くへと潜っていった。車内は静かで、乗客も少なかった。窓の外には、暗いトンネルだけが続いた。目的の駅で降りると、ホームには誰もいなかった。改札を抜け、地上へ向かう階段を探した。ところが、道を間違えた。案内板の意味が、よくわからなかった。左へ曲がるべきところを、右へ進んでしまった。気づいた時には、見覚えのない通路に立っていた。照明は薄暗く、床には古いタイルが敷かれていた。人の気配は、まるでなかった。封鎖されているはずの、乗り換え通路らしかった。扉には、立ち入り禁止の札がかかっていた。引き返そうとした。でも、足が、少しだけ前へ向いた。何かが、気になった。言葉にできない、引力のようなものが、その先に、何かがある。そんな予感が、胸の奥から湧き上がってきた。これが、すべての始まりだった。あの日の、何でもない午後が、私の人生で最も奇妙な記憶の、出発点になるとは、この時の私には、まだわかっていなかった。通路の奥から、何かが聞こえた気がした。音、
というより、圧力に近いものだった。空気が押しつぶされるような感覚。耳の奥で何かが低くなっている。最初は気のせいだと思った。地下鉄の構内には常に機械音が響いている。換気扇の回転、遠くを走る電車の振動、そういった雑音の一部だろうと。でも違った。その音はリズムを持っていた。まるで呼吸のようにゆっくりと繰り返す。吸って吐いて吸って吐いて。私は立ち止まった。次に気づいたのは匂いだった。焦げたような、濡れた紙のような、古い記録書類が燃えた後に残る。そういった種類の重たい臭い、鼻の奥にじわりと染み込んでくる。東京の地下にこんな匂いがするのか、そう思いながらも足は止まったままだった。それから温度が変わった。一歩進んだわけではない。その場に立っているだけで周囲の空気が突然冷たくなった。真夏の地下でもここは蒸し暑いはずだった。汗が背中を伝っていたのに、今はその汗が急速に冷えていく。皮膚がざわついた。腕の産毛がすべて立ち上がった。おかしい。明らかにおかしい。引き返すべきだと頭では分かっていた。ここは立ち入り禁止の区画だ。閉鎖された通路だ。観光客が踏み込んでいい場所じゃない。それでも体が動かなかった。恐怖ではなかった。少なくともその時の私にはそれが恐怖だとは認識できなかった。むしろ奇妙な落ち着きがあった。嵐の前の静けさに似た感覚。通路の先に光が見えた。非常灯の緑色ではなく、蛍光灯の白でもなく、何かもっと不自然な光の揺らぎ、壁を這うようにゆっくりと動いている。私は目を細めた。人影があった。最初はそう見えた。男性の輪郭、じっとしてこちらを向いている。動いていない。ただそこに立っている。でも何かが決定的におかしかった。昼間の地下でも照明はある。人が立てば必ず影が落ちる。床に、壁に、どこかに。彼の足元には何もなかった。影がなかった。その事実が私の脳に届くまで数秒の時間がかかった。理解が追いつかなかったから。見えているのに信じられなかったから。次のパートで私は確かに見た。あれが人間ではないともう一度見た。目を細めてもう一度だけ確認した。照明はついている。天井の蛍光灯が白い光を均一に落としていた。通路の床には私自身の影がはっきりと映っていた。柱の影もある。案内板の影もある。全部正常だった。あの男だけが違った。彼の足元には何もなかった。壁にも何もなかった。どこを見ても彼の輪郭から伸びる影が一切存在しなかった。体が動かなくなった。逃げなければという信号は確かに来ていた。脳が警告を発していた。でも足が地面に縫い付けられたように動かなかった。見ていた。ただ見ていた。その男はこちらを向いていた。顔が見えた。輪郭は人間だった。目も鼻も口もあった。でも何かが根本的におかしかった。表情がなかった。笑ってもいない。怒ってもいない。驚いてもいない。ただこちらを見ている。感情のかけらすらなかった。そして気づいた。彼の周囲だけ暗かった。照明はちゃんとついている。なのに彼の体を中心に半径1メートルほどの空間が深い暗がりに包まれていた。昼間の地下通路で彼の周りだけが真夜中だった。光が
届かなかった。吸い込まれているように消えていた。一歩。彼が動いた。ゆっくりと。だった。急いでいなかった。焦ってもいなかった。こちらへ向かってきた。足音がしなかった。人が歩けば必ず音がする。靴底が床を叩く音がする。空気が動く。何もなかった。静寂のまま彼は近づいてきた。私の喉が鳴った。声を出そうとしたが出なかった。その瞬間だった。記憶の奥に何かが引っかかった。1970年代のこの駅の話。かつてここで起きた事件。公式記録から消された事実。あの話と今目の前にいるものがつながり始めた。次のパート。ついに接触が始まる。彼の目が動いた。ゆっくりと、ひどく、ゆっくりと、その瞳が私を捉えた。白目がない。黒い。全部が黒い。瞳孔も交際も境界すらなかった。ただ深い闇がそこにあった。息が止まった。足が動かない。逃げなければと思った。なのに体が言うことを聞かなかった。視線が絡み合った瞬間、何かが私の中に入り込んだ。冷たい。芯まで冷たい。それは恐怖ではなかった。もっと深いところから来る。何か魂ごと掴まれるような感覚だった。そして男が口を開いた。唇が動く。声が出た。その声が聞こえた瞬間、私の全身が凍りついた。私の名前だった。フルネームで呼ばれた。パスポートにもクレジットカードにも書いていない。旅の間、誰にも言っていない。家族だけが知っている。私の本当の名前。それを彼は知っていた。発音が正確だった。訛りもなかった。まるでずっと前から知っていたように。声は低く穏やかで、それがまた恐ろしかった。怒鳴られる方がまだよかった。あの静かさが逆に意味を持っていた。男は続けた。待っていた。たった4文字だった。その言葉が頭の中で反響した。待っていた。待っていた。待っていた。誰が、何のために、いつから、記憶が蘇った。1970年代、この駅で起きた事件。公式記録から消された事実。名前のない犠牲者たち。その中にあった。私と同じ名前が古い文書で見た記憶があった。旅の前に偶然調べた資料の中に、あれは偶然ではなかった。私がここに来たのは偶然ではなかった。道に迷ったのも、この駅にたどり着いたのも、全部が最初から決まっていたのか。男の影がまた動いた。床を這うように私の足元へと近づいてくる。触れたら終わる。そんな確信があった。理由はわからない。でもわかった。一歩後ずさりした。男は動じなかった。ただ見ていた。微笑んでいるように見えた。その笑顔が私の日常に刻まれた。帰っても消えない予感がした。家に帰った。それが始まりだった。東京から戻った翌朝、目が覚めると、カーテンの隙間から光が差し込んでいた。いつもと同じ朝だった。コーヒーを入れて窓の外を見た。近所の子供が自転車で走っていた。普通の月曜日だった。なのに何かがおかしかった。自分の足元を見た。影がない。いや、
違う。影は、あった。でも、それが、少しだけ、ずれていた。光の方向と、合っていなかった。気のせいだ、と思った。疲れているだけだ。と、長旅の後は、感覚がおかしくなる。そう言い聞かせた。昼過ぎ、スーパーに出かけた。混んでいた。いつもの、賑やかな店内だった。カゴを持って、野菜売り場を歩いた。トマトを手に取った瞬間、隣に立っていた女性が、こちらを見た。目が、あった。女性は、何も言わなかった。ただ、じっと、こちらを見ていた。その目が、どこか、あの男に似ていた。瞬きを、していなかった。気づいたら、走っていた。店を出て、路地に入って、息を整えた。振り返ると、誰もいなかった。ただ、自分の足元に、影だけが、あった。夜になった。部屋の電気を、全部つけた。それでも、暗く感じた。壁の隅に、視線を感じた。見ると、何もなかった。でも、確かに、何かが、そこにいた。眠れなかった。深夜2時、スマートフォンを開いた。地下鉄のあの駅について、もう一度、調べた。閉鎖された理由。1970年代の記録。何もかもが、曖昧だった。ところが、一枚の画像が、見つかった。古い、白黒写真だった。駅のホームに、人が立っている。背景は、暗い。でも、その人物の周囲だけが、さらに黒く塗りつぶされたように、見えた。顔は、映っていなかった。服装が、あの男と、同じだった。写真の日付は、1972年。そして、撮影者の名前の欄には、ただ一言、書かれていた。目撃者は、戻らなかった。私は、一人ではなかった。最初から、ずっと、連れてきていた。あの地下の暗がりから、この部屋まで、影は、もう、私のものではなかった。次のパートで、あの男の正体が明かされる。写真を床に落とした。音がした。それだけが静寂の中で響いた。1972年。その数字が頭の中でぐるぐると回り続けた。あの地下駅に封印されていた出来事。それが今、ここで繋がろうとしていた。記録によれば、その年の冬、東京のある地下鉄駅が突然閉鎖された。公式の理由は設備の老朽化だった。しかし、本当の理由は違った。その日、駅の構内で複数の乗客が同じものを目撃した。人の形をした何か。光の届く昼間なのに、その周囲だけが深夜のように黒く沈んでいた。影がない。それなのに闇がまとわりついている。そういう存在だった。目撃者は7人いた。全員が翌日から行方不明になった。駅は閉鎖された。記録は抹消された。誰も語らなかった。語れる者がいなくなったから、私はその8人目だった。なぜ私なのか、それを考え始めた瞬間、ある記憶が浮かんだ。旅に出る前日、祖母がぽつりと言った言葉。あの駅には近づくな、と。祖母は東京出身だった。1972年、20代だった。そして、その年の冬を境に、地下鉄に二度と乗らなくなった。理由を聞いても黙っていた。ただ、窓の外を見て、遠い目をするだけだった。祖母は知っていたのだ。あの存在を見た者の一人だったのかもしれない。それでも、生き残った。なぜ生き残れたのかを、私は知らない。ただ、その血が、私の中に流れている。だから、引き寄せられた。向こうが、選んだのだ。あの男は、ただ方向を追っているのではない。次の目撃者を
探している。記録から消された真実を誰かに伝えようとしている。いや、違う。伝えたいのではない。共に消えたいのだ。部屋の温度が下がった。窓は閉まっている。風はない。それでも息が白くなった。振り返る勇気がなかった。背後に何かがいる。それがわかった。影がもう私のものではない。次は最後の対面だった。振り返った。声が出なかった。喉が凍りついていた。足が動かなかった。男がそこにいた。距離は3メートルもない。薄暗いホームの端。壁際に立っていた。昼の光が差し込む校内で、男の周囲だけが真夜中だった。影が生きていた。ゆらゆらと揺れている。けれど、風はない。音もない。それでも、影は意志を持つように、私の方へ、じわりじわりと、広がっていた。男の顔が、見えた。目が、なかった。いや、あった。ただ、色が、なかった。白目も、黒目も、区別がつかない。濁った灰色の、2つの穴が、こちらを向いていた。唇が、動いた。声は、聞こえない。それでも、意味が、伝わってきた。お前も、知ってしまった。体の奥から、冷たいものが、這い上がってきた。恐怖ではない。もっと深い何かだ。理解、という感覚に近い。見てはいけないものを、見たものだけが感じる。あの感覚だ。1972年、この駅で、何かが起きた。公式記録には、残っていない。路線図からも、消された。関係者の証言も、すべて、回収された。ただ、男だけが、ここに残った。記録から消された事実とともに、時間の外側に、取り残されたまま、男が、一歩、踏み出した。私は、走った。考える前に、体が動いた。転びそうになりながら、階段を駆け上がった。背後から、足音は、しなかった。ただ、冷気だけが、後を追ってきた。地上に出た瞬間、太陽が眩しかった。振り返ると、入り口には、何もいなかった。行き交う人々が、普通に歩いていた。誰も、気づいていない。誰も、知らない。あの駅の奥に、今もあの男が、立っていることを、息を整えながら、私は気づいた。影が、戻っていた。足元に、自分の影が、ちゃんとある。けれど、その円が、わずかに、滲んでいる気がした。気のせいかもしれない。気のせいであってほしかった。あの日から、私の夜は、少し、短くなった。次のパートでは、帰国後に起きた、ある変化について、話さなければならない。帰国した翌朝、私は自分の部屋で目を覚ました。カーテンの隙間から、光が差し込んでいた。いつもと同じ、朝の光だった。けれど、何かが、違った。光の質が、変わったような気がした。以前は、光の中にいると、安心した。明るければ、怖いものはないと、信じていた。あの地下鉄の駅で見たものが、その確信を、静かに、根こそぎ、奪っていった。最初に気づいたのは、影だった。自分の影を、無意識に、確認するようになっていた。朝、廊下を歩くとき、昼、コンビニの外に出るとき、夕方、窓の前に立つとき、影が、ちゃんとそこにあるか、足元を見る癖が、ついてしまった。影がある。それだけで、息ができる。おかしいと、自分でもわかっていた。影が消えるはずなど、ない。あれは、東京の、あの場所だけの、何かだった。そう、言い聞かせた。それでも、目は、足元を探していた。次に変わったのは、夢だった。眠ると、
決まって地下の空間が広がった。天井のない暗い通路、遠くに蛍光灯が一本だけ白く灯っている。そこへ歩いていくと、光が届く寸前で消える。また暗くなる。また歩く。繰り返し、同じ夢を見た。あの男は夢には出てこなかった。出てくるのは影だけだった。形のない黒い塊がゆっくりと床を音もなく近づいてくる。目が覚めると枕が汗で湿っていた。3週間が経った頃、一通のメッセージが届いた。差出人は見知らぬ日本語のアカウントだった。本文にはたった一行、こう書かれていた。見てしまったのですね。それだけだった。名前もない。続きもない。私はしばらく画面を見つめていた。返信しようとしてやめた。アカウントは翌日には消えていた。あの駅のことを誰かが知っていた。あの一行がそれを証明していた。私は今もその意味を考え続けている。見てしまった。とは何を指すのか。あの影か、あの男か、それとも1970年代のあの事件の核心か。答えはまだない。エピローグで最後に語らなければならないことが一つだけ残っている。あの日からもう時間が経った。東京の地下は今日も変わらず人で溢れている。乗り換え案内が響いて、改札が鳴って、誰もがどこかへと急いでいく。あの廃された通路のことを知る者はほとんどいない。地図にも記録にも残っていない。それでも私は知っている。あそこに何かがいた。影のない男。昼なのに彼の周りだけが真夜中だった。その黒がゆっくりとこちらへ近づいてきた。あの感覚は今も身体に刻まれている。消えない。時々何でもない瞬間に戻ってくる。駅のホームでふと後ろを振り返った時、深夜に廊下の端が暗く見えた時、冬の朝、自分の足元を見て影が薄いと感じた時、あの時確かに見た何かがまだそこにいる気がして息が止まる。1970年代のあの事件は公式には存在しない。記録は消され、証言は封じられ、駅の構造そのものが書き換えられた。あの男がその全ての中心だったのか、それともあの駅が生み出した何か別のものだったのか、私にはまだわからない。ただ一つだけはっきりしていることがある。見てしまったものは忘れられない。あの DM を送ってきた誰かもきっと同じだ。翌日にアカウントが消えたのは恐れたからか、それとももう必要がなくなったからか。問いだけが静かに積み重なっていく。答えのないまま、あの通路は今もそこにある。東京の地下の深いところに誰も気づかず、誰も近づかず。でもあの影は待っている気がする。次に迷い込む誰かを。もしあなたが東京の地下鉄で道に迷った時、見知らぬ通路の先に妙な暗さを感じたなら、振り返らないで、そして走って。今日も見てくれてありがとう。次の話でもまた会おう。